こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は一軍服だけのクローゼット完成に向けてお洋服の超断捨離ということで、私流の少数精鋭のお気に入りに絞るお洋服の厳選方法をご紹介しながら、実際に捨て活する様子をお届けします。3年前までは部屋にあふれるくらい超大量に服を溜め込んでいた私ですが、今回ついにもやっとする2軍服をたくさん手放し、お気に入りの1軍服ばかりのクローゼットにすることができました。この動画が私のようにお洋服が大好きで捨てられなくて悩んでいる方や、少ない服でおしゃれをしたいという方の捨て活のヒントになれば嬉しいです。それではスタートです。私の理想は、どの服を選んでもお気に入りのファッションに決まる余白たっぷりのクローゼット。少数精鋭の理想のクローゼットを目指し、これまで2年近く服を買わないでみたり、毎日端から順に服を着ることで着ない服をゼロにしたり、有名な本を参考に捨て活を実践したりして、ようやくクローゼットと収納ボックス一つに収まるまで服を減らすことができました。ただ、確かに服の量は減りましたが、なんだか着てもテンションが上がらないお洋服がまだ隠れている気がしていました。そんなちょっと惜しい2軍服を一掃し、おしゃれなミニマリストになるため、今回捨て活をやっていきたいと思います。ということで、前半は2軍服を一掃する私流のお洋服の厳選方法をご紹介します。後半には実際にその方法で捨て活してみた様子もお届けしますので、一緒に捨て活をやってみていただけたら嬉しいです。おしゃれなミニマリストになれる少数精鋭のお洋服に厳選するマイルール1つ目は、即捨てアイテムを決めるです。服がたくさんある状況の時、私自身もはやどれがお気に入りなのかわからなくなってしまっていました。お気に入り服を見つけるためにも、まずは3軍服、4軍服は迷わず手放してしまいましょう。私は次に当てはまるお洋服は即捨てすると決めています。まず、着古したり傷んだりしているお洋服は手放します。目立つ汚れや傷みがあればもったいないという気持ちはあっても手放すようにしています。ただ、自分ではついまだ着れるんじゃないかと思ってしまって、手放した方がいい程度の痛みなのか判断するのは難しいなといつも感じています。なので、悩んだら友人や家族に汚れが気になるか聞いてみるようにしています。そして1年以上着ていないお洋服も手放すようにしています。1年以上着なかった服はその次の年も同じように着ない可能性が高いです。今の自分にフォーカスして勇気を持って手放すようにしています。また、サイズが合わないお洋服も手放します。誰でも年を重ねれば体型は変わりますので、サイズが変わってしまうのはもうしょうがないです。昔や理想の自分の体型ではなく、今の自分の体型に合う服を残すようにしています。そして、着心地が悪い服も手放します。お洋服は心地よく暮らすための道具です。ちょっとお腹が苦しい、タイトで歩きづらい、なんだかチクチクする、襟口が広くてインナーに困っちゃうなどなど、快適でいられないという服は手放すようにしています。そんな即捨てアイテムを超大量に手放した様子はこちらの動画でも紹介していますので、今の動画の後ぜひぜひ見てみてください。おしゃれなミニマリストになれる少数精鋭のお洋服に厳選するマイルール2つ目は、好きな服はとにかく残すです。捨て活をしていると、私自身いつの間にか量をできるだけ減らすことが目的になってしまい、自分の好きという気持ちを無視してしまっていたことがありました。つい似たような服ばかり残ってしまって、ミニマリストになるならどちらか捨てなきゃと思ってしまったり、たとえ好きな服でもクリーニングやおしゃれ着洗いが必要な取り扱いづらい服なんかは全部手放してしまった方がいいのではないかと考えてしまっていたんですよね。でもそんな捨て活ってなんか悲しかったんです。なので今はもう自分が好きと感じるお洋服はとにかく残すと決めています。で、ここでの好きの基準はかなり高めにしていて、たとえ一度手放しても買い直したいぐらい好きかを基準にしています。私も母や祖母が昔着ていたお下がり服をたくさん持っていて、
洗濯機で洗えないものだったり、デザインが特徴的でコーディネートが組みにくかったり、使いづらいお洋服もたくさんあるのですが、それでもそんなお下がりのお洋服を着ること自体が私の幸せなので残しています。ただし、好きだけど着ていないだったり、好きでもいざ着てみるともやっとするお洋服は注意が必要と思っていて、私はそんな服は手放す候補にしています。好きな服だからこそたくさん着るようにしますし、もし着ても気分が上がらないなら、本当にもったいないのは服じゃなく、もやっと服を着て過ごす自分の時間だと言い聞かせて、勇気を持って手放すようにしています。おしゃれなミニマリストになれる、少数精鋭のお洋服に厳選するマイルール3つ目は、可もなく不可もないお洋服は自分が着たいファッションに合っていれば残すです。服をたくさん持っていた頃、正直私の手持ち服のほとんどが可もなく不可もない、なんとなく持っている、いわゆる二軍のアイテムでした。明確な捨てる理由も残す理由もないからこそ、そんな二軍たちの捨て方って本当に難しいんですよね。そんな二軍服を何を基準に厳選していくかは人それぞれ違うと思うのですが、私は自分好みのテイストの洋服を残すようにしています。私自身どんな服が着たいか分からず、闇雲に捨て活をしていた頃は、残していた服は可愛らしいお洋服だったり、かっこいいお洋服、きれいめなお洋服だったり、いろんな系統の服が混ざっていました。そうすると、せっかくお洋服を厳選したのに、なんか上下で合わせづらくなったり、そしてそんな失敗を避けようと、結局お気に入りというよりはシンプルで無難な服ばっかりを残してしまっていました。なので、お洋服を楽しみたいからこそ、どんな雰囲気のお洋服が着たいのか知った上で捨て活をする、これが一軍服だけに厳選する一番の秘訣だと感じています。有名なフランス人は10着しか持たないという本にも、自分のクローゼットにテーマを決めることが自分らしいお洋服に厳選するポイントだと書かれていました。なので、私はお洋服の大きな捨て活をする前に、自分が着たいお気に入りのコーデ集を作るようにしています。この方法はこちらの動画でファッションのプロに教えてもらったテクニックなのですが、こんなお洋服を着ていたいというコーデだけを集めることで、自分好みのお洋服は何か可視化することができます。ただでさえ捨て活面倒なのに、お気に入りのコーデを選ぶなんてもっと面倒と思われるかもしれませんが、ここは妥協せず選ぶほど自分の理想がわかるので、私は頑張ってよかったなと思っています。ファッションのテーマを意識しながら捨て活をするようになってから、どんな服に合わせてもうまく似合うし、自分好みな雰囲気が簡単にできるようになって、服を大量に持っていた昔よりもずっとおしゃれになった気がします。ちなみにこのコラージュは Google フォトの機能を使って簡単に作ることができます。今回は動画用に通販サイトの商品写真から選びましたが、選び方のコツとしては、よく買うブランドや好きなショップブランドのスタッフコーデから探すと、真似したくなるおしゃれコードがじゃんじゃん見つかるのでおすすめです。ちなみに私はもう最初はどんな服が好きか自分でもよくわからなかったので、ユニクロやジユのスタッフさんのコーデを参考にしました。それでもやっぱりお洋服選ぶのが難しいという方は、本屋の雑誌から選ぶという方法もおすすめです。気に入るコーディネートができるだけたくさん載った雑誌を買って、ベストコーデの写真を切り抜きます。たくさんの雑誌から探せるので、超効率的にお気に入りコーデが見つかると思います。ということで、私の目指したい理想のコーデはこちらです。テーマは優しい色味の大人っぽいシンプル服です。私は年齢より子供っぽく見られてしまうというプチ悩みが長年あって、だからこそやっぱり大人っぽくなりたいんですよね。ということで、子供っぽさを脱却する大人っぽいきれいめのテイストが最近目指したい理想のコーデだなと思っています。でもカジュアル服も好きなので、カジュアルのお洋服もミックスされています。あと割とシンプルなお洋服が好きで、ちょっとかっこよさのあるお洋服も大好きです。で、こういうお洋服のテイストをこんな表で表してみると、だいたいこのあたり、ちょっとカジュアルを混ぜたきれいめスタイルで、少しかっこよさもあるシンプルコーデになりそうです。
逆を言えば女性らしいフェミニンなお洋服だったりキュートなお洋服は私の理想からは外れるアイテムになりそうなので、こういったものは処分していきたいと思います。他にも特徴を見てみると、まず色はアイボリーが多め、あとはベージュ、ブラウン、チャコールグレー、デニムブルー、このあたりの優しい色が特に好きそうです。あととにかくワントーンコーデが好きみたいです。またパンツはワイドパンツが好み、スカートは裾が長いロング丈が好きなのも分かります。こういう丈の長いお洋服って大人っぽく見えるから素敵なんですよね。こうやって写真に並べてみると、自分ってこんなお洋服が着たいんだってすごく分かりますよね。今なんとなく持ってしまっているお洋服については、自分好みのコーデに合うかを想像しながら生活したいと思います。あとどんな服に合わせてもコーデが組みやすくて、ついつい手に取ってしまう服ってありますよね。これらは自分好みのコーデを作るために活躍してくれている証拠なので、こういう服も残したいと思います。最終的にはその服が好きか、自分の気持ちを大切に捨てるかを判断したいと思います。ということで紹介した3つのマイルールに従って実際捨て活をやっていきたいと思います。正直迷う場面もたくさんあると思うのですが、なんといっても今や我が家には全自動洗濯乾燥機という強い味方がいます。もうおかげでたくさんの服がもういらないので、捨てることを怖がらず頑張りたいと思います。それでは捨て活やっていきましょう。まずはアウターからです。アウター8枚ありました。これは祖母のお下がりに大切なお洋服なので、この冬も大切に着たいと思います。こちらのコートは祖母から結構前、8年前ぐらいですかね、もういい年なんだからいいコート着なさいと初めてカシミヤウールコートを買ってもらった大切なお洋服なので、今年もたくさん着たいと思います。大人っぽくていいですね。ベルトもついてます。このコートは実は中学生の学生服の上に羽織ってたコートなんですが、今もなんと第一軍で活躍しているほどお気に入りなので、これは取っておきます。これはユニクロのインナーダウンです。服が少ないからこそこうやって温度調節できるものはすごく重宝するので、これは取っておきます。デニムジャケットです。これもすごくお気に入りで、8年前からすごく昔に古着屋で買ったものなんですけれども、未だにお気に入りでかっこいいコーデにぴったりなので、これは取っておきます。このジャケットにきれいめのスカートとかきれいめのインナーを合わせると程よいカジュアルミックスなコーデができるので、すごく重宝してます。これはユニクロで買ったコーデュロイジャケットですね。あんまり着ないものでした。見るたびに可愛いから取っておこうかなって思うんですけど、やっぱ着るともやっとするアイテムだったんですよね。なんかなっていう感じ。やっぱりちょっと可愛すぎる、そしてカジュアルすぎる。このピンクのカラーがやっぱり女の子らしい可愛さがあったり、ショート丈のコーデュロイジャケットっていうのは結構カジュアルなので、私が目指したい大人っぽくってかっこいいとは対極にいるお洋服なのかなと思ってます。好みのテイストとは違うので、これは手放そうと思います。単品で見るとやっぱり可愛いなと思うんですけれども、やっぱり着るとなんかもやつく、そんな服でした。見てみたらこれ2019年に買ったお洋服で、買ってから5年は経ちました。ここ数年は本当に活躍してなかったなと思います。これはユニクロのお洋服なので、お店のリサイクルボックスに持っていきたいと思います。なんか好きなお洋服集めてても、ベージュのブレザーがなんかめっちゃ欲しいなと思っていたので、今まで新しいお洋服買うのを我慢してた分、乗り換えたいかなと思います。いいお洋服にも出会うためにも、こちらは手放そうと思います。続いてこちらもユニクロで買ったジャケットですね。これ会社に行くにはいいんですけど、悪くはないんですけど、なんかコーデが難しい、汎用性が高くないアイテムでした。これを着るならやっぱりベージュのジャケット欲しいなと思ってます。
よりお気に入りな新しいお洋服に出会うためにもこのジャケットは手放そうかなと思います。これは意外と最近で2021年に買ったお洋服のようです。よく見たら結構毛玉も目立つなって思うぐらい結構着古したアイテムです。これもユニクロの商品なのでリサイクルボックスに持っていこうと思います。続いては白のカーディガンです。これ春から秋までかなり活躍してて、半袖 T シャツの上に着れば夏服も秋まで長く着れちゃうし、重ね着っておしゃれに見えますよね。羽織物って少ない服で着回すには本当に便利なアイテムだなとすごく最近実感してます。これは重宝しているカーディガンなので残します。ということでジャケットは6着を残してこの2着を手放します。続いてボトムスです。ボトムスこんなにたくさんあります。何個ある？ボトムスは今履いているものを合わせてなんと17着ありました。めっちゃある。ちょっと前より増えたって思われてる方もいらっしゃるかもしれませんが、祖母がもう大量にお洋服持っているんですが、もうね年も取ってしまって履かなくなっているんですよね。なんで祖母が「もちさん欲しいのないの?」ってすごい聞いてきたんで、2、30着ある祖母のスカートの中から厳選して3つもらってきました。本当にね可愛いんですよね。このグレーのスカートもとってもお気に入りですし、このブラウンのスカートもスリットがとってもおしゃれで本当に気に入ってます。このねカーキのスカートもすごい夏に重宝してます。で年間のワイドパンツを2つ買い足したので5着増えてます。だから減らしたのと、プラマイゼロぐらいなんでね、また増えちゃったんですが、どんどんよりお気に入りのものに厳選されてる感じがあります。最近祖母からもらったお下がりの服合わせて、これもすごい前にもらってたお下がりのスカートなんですけど、それとこのカーキのスカート、シフォンのスカートもこれは母のお下がりですかね。このお下がり系はもう迷わず残そうと思います。これもお下がりのものですね。これもとってもお気に入りなので残します。このニットスカートもお気に入りなので残します。これは自分のものですね。この2着もね夏に重宝するスカートなので残しておこうと思います。でもちろんこのワイドパンツも一番の一軍、本当に好みなアイテムなのでこれは残します。ワイドパンツもお気に入りなので残します。でもやっとするお洋服はこの3着ですね。これ全部お下がりなんですが、お下がりの中でも気に入ってなくてほとんど着ていない3着でした。やっぱりね裾が長い方がかなり大人っぽくなって、大人っぽくなりたい私としてはもっと長い丈のスカートが欲しいなと思います。座るとこのプリーツが押しつぶされちゃってなんかシワが寄ってしまって着にくいお洋服なんですよね。でお下がりなんで本当は手放すか迷うんですが、ちょっとこの冬はまた取っておいて、一旦この冬だけは残してまた考えようかなと思います。多分ね着ないかなと思います。この冬じっくり考えたいと思います。このスカートも同じように結構丈が短くて横脚が目立ってしまう感じで、やっぱ着るともやっとしてしまって、これを着るなら他のお洋服着たいといつも思ってしまうお洋服でした。これもお下がりで心苦しいんですけど、これもね手放す大候補としてこの冬だけは取っておいてまた考えようと思います。この服もねもやっとするお洋服でした。なんかスリットが入っていってセクシーなのになんかデザインもちょっとポップっていう、なんかこのちぐはぐ感がなかなか着こなせなくて、ちょっとテイストが自分の好みとずれてるのかなと。でも何より色が難しいなって。この鮮やか緑が結構トップスをすごく選ぶお洋服だなと思います。これも祖母のお下がりなんで大切にはしたい反面、自分が着てテンションが上がるお洋服じゃないので、もうこの冬だけ取っておいて決心がついたら手放そうと思います。
もう十分なぐらいお洋服は持っているので、このお下がりの3つはですね、ちょっとまだ決心がついてなくて捨てられないんですが、これはハンガーにかけるんじゃなくて、季節外のお洋服と一緒にしばらく保管して、もうないも同然の生活を送ってみて、ちょっとね手放す決心がつく時間を置きたいと思います。で、続いてジーンズですね。私ジーンズ大好きなんですけど、最近実は結構もやっとするお洋服でした。なんかもう着倒した感が強くて、膝も結構出てるし、着るとおしゃれっていうよりなんかご近所のお出かけ感がすごい出てしまうので、これ今回手放そうと思います。秋冬お下がりのウールのスカートで回せるので、ジーンズ履く出番ないですし、春秋はもうデニムジャケットをいっぱい着るので、上下でこれ合わせるのは変だし、夏にジーンズは暑いし、なんなら会社にはジーンズ履いていけないしってことで、なんだかんだ履く出番がないなと思いました。ジーンズ好きの私ですが、着ていてもやっとするものでしたので、これは手放そうと思います。もうデニムコレクターだった私がついにデニム一本も持たなくなってしまいました。びっくり。でもいいジーンズにもし出会えたら新しいの買おうかなと思ってます。でもなんだかんだなくても大丈夫ってことで買わないかもしれないですね。で、このコーデュロイのスカートですね、お気に入りではあったんですが、今回手放そうかなと思っています。コーデュロイって秋冬しか着れないお洋服なんで、なんか私自身も季節を楽しみたいので、コーデュロイとかその季節限定の素材って結構賛成派なんですが、やっぱりお下がりでもらった秋冬のウールのスカートが着回せないぐらいたくさんあるので、これなくてもいいんじゃないかなって思うのが一つ。あとは大人っぽくなりたい私にとっては結構丈が短い、もうこれを履くならくるぶしまであるぐらいの長いスカート買いたいなと思ってます。実は黒い細身のスカートもう一本持ってるんですよね。これはオールシーズン履ける素材なんですが、これがある以上用途もかぶってるし、いらないなということに気づいたので、これは手放そうと思います。これは無印良品でいつだろうな、多分5年前4年前ぐらいに買ったものかなと思います。もう本当にたくさん履いたので、これは手放そうと思います。ということで、ボトムスは12着残して、この2着を手放し、このお下がりの3着は保留ボックスにしまい込んでしまおうと思います。続いてワンピースです。ワンピースは今3つ持っています。実はね、この夏この2つを買いました。これ全部お気に入りなので全部取っておきます。このワンピースは母が若かりし頃着ていたお下がりで、本当に夏第一軍で活躍しているので、これからも大切に着たいと思います。で、これは夏に1枚で旅行に行けたりすごく重宝しているので取っておきます。ただこれ夏物なので季節物の箱にしまい込んでしまうと思います。で、これは実は友人の結婚式のために買ったワンピースです。でも結婚式は正直レンタルですればいいのかなってずっと思ってたんですけど、なんかやっぱお気に入りのものを着たいなと思って、でレンタルって結構1着1万円ぐらいするんですけど、そしたらなんか買うのともそんなに大きく変わんないなと思って、せっかくだったら自分が気に入るデザインのものを何回も着れる方がお得だなと思ったので買いました。これはね、古着で探して買いました。で、これオケージョン用として買ったんですけど、全然私服でも着れるようなデザインなので、実は上着を羽織って会社に着てったり、プライベートの時もシャツ羽織ったりしてスニーカーに合わせたり、普段着としても使えるアイテムだったので、本当にね、いい買い物だったなと思います。ということで3着とも取っておきます。続いてシャツカットソーです。シャツカットソーは合計で13枚ありました。夏に着れる半袖とノースリーブですねのカットソーは5着あります。これはどれも一軍で活躍してたので残します。上に羽織物を着ればもう春から秋まで活躍してくれました。
で唯一この中でこれだけすごくカジュアルすぎるアイテムなんですが、これすごくお気に入りで、母が15年前ぐらいに社員旅行に行ったハワイのお土産で買ってくれたシャツです。オーバーサイズのシャツとかちょっときれいめのアイテムを合わせるとめちゃめちゃ私好みのおしゃれな感じになったので、これはね今一軍として活躍してくれてます。この5着が夏物なので季節物の箱にしまおうと思います。続いて長袖のシャツカットソーですね。8着あります。この長袖のシャツですね、リネンがちょっと混ざったシャツなんですが、夏以外に着てもおしゃれに決まるのですごく重宝しています。もう超お気に入り。バッグのタックとかそれのポワッとした感じもすごく気に入っているオーバーサイズのシャツです。もう色違いも欲しいって思っちゃうぐらい、たとえ失っても買い直したいアイテムなので絶対取っておきます。こちらのシャツですね、これ私の超お気に入りの一軍シャツです。もうね6年ぐらいは着てるんじゃないかなと思います。一番のお気に入りのシャツなんですが、かなり傷みが発生してしまってます。なんか破れみたいな感じ。この襟口も結構やばいですよね。このねボタンも結構擦れちゃってるんですよね。乾燥機ちゃんちゃんかけまくってたからかもしれません。このくらい大丈夫かなと思いながらだましだまし着てたんですが、さすがにもう超ボロボロかなと思うので、これはね即捨てアイテムなんだと思います。ちょっと見るからにやっぱりボロボロ感があるので、こちらは手放します。もやっとするお洋服はこちらのパープルの T シャツです。着ていてすごいお気に入りっていうわけではありません。で、なんでか考えてみたら、このフリルの感じがガーリーで可愛らしい感じだし、この紫な感じが結構女性らしさがあったり、この洋服単品で見れば私の好みと対極にあるお洋服だから合わせづらいのかなと思いました。で、ちょっと生地の毛羽立ちも気になるかなという感じです。自分の好みのテイストと外れているから汎用性がそんなになくてもやっとするお洋服なのかなと思うので、こちらは手放そうと思います。これですね、このリネンシャツちょっともやっとするアイテムで、まずちょっとヨレヨレ感、乾燥機をかけてしまったら結構ヨレヨレになってしまったのがちょっと気になるなっていうのと、結構毛玉も気になります。あとリネン素材なので夏の季節感が強いのが残念だなと思って、これシアシャツだったらオールシーズン、春から秋まで、なんなら冬まで季節を選ばず着れたかもしれないですけど、このリネンっていう夏らしい素材が季節を限定してしまうので、これを着るならシアシャツに買い替えたいなと思って手放すことにします。結局シアシャツ買わずなくても大丈夫って思えるかもしれません。これはユニクロなので、ユニクロのリサイクル回収ボックスに入れておこうと思います。これは2019年のものなので5年前に購入したものです。手放します。続いてこちらのカットソー2枚です。なんかめっちゃ似てる感は否めないです。ただこれ2つともやっぱり汎用性が高くて、なんだかんだ着てしまう、何にでも合うお洋服なんですよね。やっぱり色味がベージュだったりアイボリーっていうのが私の手持ちのボトムス何にでも合うところが一番なのかなと思います。特にこっちなんかはね、もともとラッシュガードなんですけれども、夏の羽織物にしてもすごく使えるアイテムで、本当にオールシーズン着てます。なのでこれは超お気に入りとまでは言わなくても汎用性が高くてつい使ってしまうアイテムなので取っておこうと思います。このブラウンのシャツもやっぱりなんだかんだ手が伸びてしまうお洋服です。ちょっとレースがあって女性らしさとか可愛らしさはあるんですけど、やっぱりなんだかんだ選んでしまうお洋服なのでこれは取っておきます。この長袖の白のシャツは結構オーバーサイズでカジュアル感の強いアイテムで真っ白なので、
私の好みのテイストはちょっと違うアイテムなんですが、この冬ニットの下の重ね着として使ってみたいなと思うので、この冬使えるか検証してから、手放すか手放さないか決めたいと思います。なので取っておきます。ということで、シャツカットソーは10着を残し3着を手放すことにします。夏物のお洋服をこちらにしまって、冬物のお洋服をこちらから出していきたいと思います。本当は衣替えなくせるレベルになりたいですね。あとよくなんでお洋服裏返しなんですか、コメントで聞かれるんですけど、それは洗濯する時に擦れて汚れたり傷んだりするので裏返しにしています。ハンガーにかける時にわざわざ表に戻すのは面倒だし、日焼けしたり色があせるかもしれないので、裏返しのままハンガーにかけて着る時にひっくり返すみたいな感じにしてます。でもやっぱり裏返しにして洗濯したり収納してると服の持ちが良くなりましたね。色あせにくくなりました。なんで服を長持ちさせたい方は裏返してお洗濯とか収納するのはとてもおすすめです。薄手のお洋服寝巻きに合わせて夏用の箱にしまい込んじゃいたいと思います。着ないお洋服もこっちにしまい込んでしまうかなと思います。本当にすごい悪いお洋服ではないんですが、じゃあ私が着ててテンションが上がるかっていうとそうでもないので悩みますね。あと1シーズン考えたいと思います。じゃあ冬物です。ニットもだいぶ減ったんですが、今12345678910着冬物トップス持っていました。結構ありますね。これから吟味してこの冬ゆっくり考えていきたいと思います。冬物をハンガーにかけていきます。ニットは伸びちゃうから本当は畳収納が普通だと思うんですけど、私はハンガーに端から並べるのが好きなのでハンガーにかけていきたいと思います。で、かけ方はこうやってまず縦半分に折ります。で、この脇の下にハンガーの頂点をかける感じでパタッとやるとこんな感じになって落ちないし、ニットでも伸びにくく収納できるので、ぜひニットのハンガー収納やってみてください。冬物はこの冬ゆっくり手放すか検討したいかなと思います。でも祖母や母のお下がりのものが多くてもったいないから捨てられないですよね。お下がりのお洋服って結構縫製とかも良くて素材も良くて全然ダメにならないので長持ちするんですよね。でももっと自分好みのテイストなお洋服にアップデートしたいっていう気持ちもあるので、この冬ゆっくり考えたいと思います。ということで合計7着手放すことができました。過去あんなに服があった私も時間をかけてここまで減らすことができました。服が減って気づかされたのは、少ない服で暮らす今の方がずっとおしゃれを楽しめてるということです。これからもより少数精鋭なクローゼットを目指し、自分のお洋服と向き合っていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。収納箱1つからの収納箱2つ持ってるんですが、2つもいらないかもしれないです。そうか、1個はこのナイルとかにしようかな。ちょっととりあえず冬物とりあえず取っておきます。